はい、来ましたかね。はい、皆さんこんばんは。ドロです。よろしくお願いします。今日も11時からきっかり行ったんですけど、実はまた音声がですね、バックミュージックがもしちょっとへんてこりんだったら教えてください。しめじさんいつもありがとうございます。実は今バックミュージックをなんていうのかな、TikTok と流してるんですけど、なんか録画の関係だと僕聞こえなくって二重になったりするみたいで、あんまり気にならないようだったらいいんですけど、またちょっと音声の関係とかね、教えてくださればありがたいです。すいません、いつも何回やってるかわかんないですけど、なかなか音声の関係うまくいかなくてね。はい。しかも今日カメラがですねなんか位置がおかしいんですけど、あんま気にならないですかね、これ。はい。はい、お願いします。はい。それではですね、今日最初に今日起こったこととかいろいろさっさっと話していって、本題の方に入っていきたいと思いますけども、昨日ちょっとゲリラライブでね、相場が乱高下してたので、結局、ナスダックの方がね、0.00% ということで、はい。BGM はいつもより小さいですか。なるほど。いや、気持ち。でも、そうなんですね。ありがとうございます。でもそんな気にならない程度だったらありがたいです。はい。すいません。それでですね、今日、実は楽天モバイルさんが来ました。はい。まず何言いたいかというと、僕この、ホーム 5G にインターネットの方を、お家の方は変えて、お花さんどうも、トイダさんどうも、お疲れ様です。ありがとうございます。お花さんさっきちょっと、投稿、たまたまピッと見ました。お疲れ様です。ありがとうございます。で、インターネットはホーム 5G、ドコモのホーム 5G にしたと。で、携帯の方は、SIM カードを、楽天モバイルにしたんですね。で、安くいろいろなことを済ませようと思って、どうも。そう、安く済ませようと。で、楽天はいいんですけど、外に出ると今すごい調子いいんですよ。だけど、お家に入るともう今、電話がかけられないというか、圏外になってしまうんですね。これ多分、若い子たちでも、多いかもしれないんですけど、どうも、最近その楽天モバイルが、前までは楽天が繋がらない、要は電波が繋がらないときは、あそこ、au のローミング、au の回線を使ってたみたいですね。で、少しずつ、楽天が、どうも、東雲さん、はい、どうも、昨日はどうもです。昨日のライブ、ちょうどはい、東雲さんの方にポストプライムで中継してコメントをさせてもらいました。さっき、そうだ、トイタさんとかも、チメディさんもちゃんと、コメントしてるんですね、あそこに。ちょっと、パッと見たとき、と思って。なんかあれですよね、本当YouTube ライブじゃなくって、なんて言ったらいいんですこう、あれですかね、グループラインじゃないけど、なんかないんですかね、なんて言うんですミーティングみたいにして。こういう形の方がいいんですかね。僕ばっか喋ってて、皆さんもなんか、本当は喋りたいのかなとか、思ってるんですけど、どうでしょうかね。はい。それでこの楽天モバイルがですね、割と外には強いんですけど、自宅だとダメなんですよ。で、この au の回線が、ダメで、最近はなんか楽天モバイル自体が楽天回線をどんどん強くしようとして、その au の回線を解除してるらしいんですね。その契約を。で、収益をアップさせようっていうのもあるだろうし、自分たちだけで、携帯をね、網羅したい。で、その影響か、ここ最近、自宅の方に、電波が届かない。多分ね、なんだっけ、電波の周波数が違うみたいですね。
プラチナバンドじゃなかった、なんだっけ。ドコモとか au は割と強い周波を使ってるみたい。で、楽天は割と短い周波を使ってるのかなということで、外に出ると大丈夫で、自宅だとダメだ。で、僕も1ヶ月ぐらい、楽天にしてか、2ヶ月か。家にいる時には電話がほとんど留守番電話になっちゃったりしてたので、不便だなと思って、楽天モバイルの人に来てもらったということになります。楽天モバイルの人来た調査員ですね。で、Wi-Fi の方とかいろいろ、Wi-Fi が原因なのか何なのかわからないですけど、とにかく、ネットができないよということで、で、ここのブログを見ていくと、どうやら、県外になってる人もたくさんいて、この書いてある au のパートナー回線が終了したからっていうことで、結論から言うと、2週間ぐらい経つと、ちゃんと対応してくれるっぽいですね。はい。やっぱ、楽天リンクっていう電話をかけるやつが使えないと、まずいっていうことで、で、多分、来られた調査の方も、どうも見つかっちゃいました。そう、なんて言うんですかね。こう、これ返信なんですけど、どうもね、基地局をまた作って、基地局の調整をするみたいですね。はい。なので、またメールが来て、電波が良くなるかもしれないということで、一安心かなと思うんですけど、楽天がすごく安くていろいろメリットがあって、で、今の携帯って、デュアルシムって言って、他のシムを、違うわ。iPhone の場合は確か1個シムが入ってるんですね。もともと。で、あと物理シムって言って1個入れる。2つシムができる。iPhone12 以上かなはできるみたい。なので、他のキャリアと合わせて安く済ませるとか、そういったことをね、昨日田中君をたまたま見つけたら、シメディさんとトイダさんを芋づる式に見つけました。そうです。ありがとうございます。はい。楽天モバイルのはそんな話でしたね。はい。それでですね、今日こんなに最初テンションが高めなわけではなく、実は、これじゃねえわ。今日はこれ学識サロンっていう YouTube の、いつも僕見ている、本要約チャンネルと、学識サロンと、どうしても勉強系というか、こういったものを、見るんですけども、なんて言ったらいいかな。これ、なんでこれ自分が見ようかなと思ったかっていうと、やっぱり一日の中で落ち込む時とかってあるじゃないですか。はい。つけてもらってありがとうございます。ね。で、僕も今日実は、こういうテンションじゃなくって、ちょっと前までちょっと落ちてたんですね。っていうのは、皆さんもうご存知だと家庭教師をやってて、今日、ある、生徒さんが、ちょっとこう、指導というかしている間に、今日何時に終わりますかって言ったんですよ。で、何時に終わるっていつもと同じ時間だなと思ったら、なんでそんなこと聞くのって言ったら、もう眠いですって言ったから、そっかと思って。で、いつもだったら僕も、なんでそんな眠いの頑張るよって言ってやらせていくんですけど、なんていうのかな。これは、いつも同じ時間なのに、その子が何時って聞いたので、これは本当はちょっと今日は嫌なんだなと思って、で、一体お母さんと話をさせてもらって、今日ちょっと、調子が悪いみたいなので、今日、お子さんとちょっと確認してもらって、今日ちょっと早退しますっていう形で、今日、家庭教師久しぶりですね。途中で早退したんですね。で、いろいろやっぱこう考えるわけです。子供はもしかしたらそこまでのこと考えてるかどうかわからないですけど、当然その先生の立場で立ったことないだろうし、で、教えてる側とかは、
眠いっていうのは別に悪いことじゃないんですけど、僕が気になったのは、なんかこう、時間のことを気にしたっていうこと。普段と同じ時間でやってるはずなのに。っていうことで、嫌なのかなっていうのを感じてしまったんですね。で、嫌なことをさせてる気もなかったんですけど、その子は、勉強を教えてるっていうよりも、いつも朝の習慣どういうふうにしてるとか、いろんなこう、ちょっとね、前言った学校にやっと行けるようになった子で、まだまだその勉強っていうこともよくわかっていない。子供なのか大人なのかわからない。そういう中で、お母さんも良かれと思って僕を家庭教師でこう呼んでくださったわけですね。でそういう時にちょっとこう、なんて言うんだろうな、勉強の姿勢まで持っていくには、なんで勉強するのっていうこととかを、その子なりになんかこう考えてもらおうかなって思ったりとかして、難しいお話なんですけど、勉強する前に勉強していいことはあるかとか、ね。そういうことをちょっと伝えていこうかなと思ってやってるんです。だから今日もそういうの授業の最初には、朝ってどういう行動をしてるとか、そういうのを話しながら、じゃあちょっとご飯食べたりする時間とか、お風呂に長く入ってるので、そういったこととかを自分で何分ぐらいお風呂入ってるかとかちょっと知ることは必要だよとか話をしてたんですね。なんだろうな。やっぱ自分なりにこう考えていろいろ提案していることが、なんていうのかな。やっぱ響かないんだなって思って、そこでね、ちょっと自信をね、なくしてしまったんですよ。なんで、そういうことで自分なりでもこう凹むことがあって、うまくいかなかったなと思って、またこういった自己肯定感とかを見て、もう一回こう自分の中で、正して、また明日、進んでいこうかなっていうことで、ちょっとこの自己肯定感っていうのを出したんですね。はい。みんなそうですよね。こう、一喜一憂じゃないですけど、どんな時だって、仕事でもそうですし、落ち込む時とかありますよね。でも結局、慰めたり、自分を自己肯定感を上げていくのって、やっぱり自分でこう、客観的に見て考えていくしかないんだなって思うんですね。で、これ、なかなか子供に伝わるのって難しいですよ。こういうのを、なんていうのかな。本当は、僕は勉強とかよりも、こういう自己肯定感っていうのをこう育てていきたいなって思ってるんですね。で自己肯定感さえ育っていけば、自分もそうですけど、客観的に物事を見れるようになってきて、何が大事でどういうことができて、毎日ポジティブに生きていけるかもしれないっていうのをなんかね、伝えてきて、そのためには自分がまずちゃんとコントロールできなきゃいけない。というふうに思っています。なんでそういうこともあって、学ぶことが楽しいよとか、そういうことをね、こういうところで伝えていけたらいいなと思いました。すいません。この内容についてはね、特に今日は触れないんですけど、今日僕が帰ってきてご飯食べながら見てて、そうだよなと思いながら感じたことだったので、はい。ということですね。はい。また最初にすいませんね、こんな教育的な話になって。はい。それではですね、今日皆さんもやっぱりもう気になっているのは、ウクライナの関係で、なんていうかな、ネツ様どうもこんばんは。よろしくお願いします。あるある。はい。すいません、なんかもう最初にバーって喋っちゃう。僕も先生という立場ですけど、当然先生っていうのは完璧じゃないですよね。人間ですので、これは凹みますし、で、僕も昔だったら、ちょっとこう、自分で、なんていうのかな、ちゃんと話聞けようとか、言っちゃってたんですけど、ちょっと相手の立場を考えたりすると、たまにこう、ここは引いたりしたらいいなって思ったりとか、でして、その時は、そうして、で、家帰ってきて、うっと反省したりとかね、して、また次に、したらどうしようかっていうことをね、
考えていきたいなと思っております。はい。それではいはい。すいません。ネツさんもお疲れ様です。ありがとうございます。今日ね、皆さんポストプライムでももう、この1時間ぐらいちょっと見てたんですけど、ウクライナの関係で、今日の動きからすると、NATO の加盟取り下げずって言った時には、またなんかやるのかなと思ったけど、今度はロシアが、兵隊さんをちょっと一旦最前線から少しずつ引き上げさせたという動きの中で、動きがね、先物とかも今日は今キュッと上がっているという状態。で、もうやっぱね、すごい皆さんなんていうかな、ボラティリティが高いことが分かってるけど、なんて言ったらいいんでしょうね。ここで買ったらいいとか、ここで買わなかったらよかったとかで思うかもしれないんですけど、ここはですね、僕もちょっと思うんですけど、トレーダーとして、やっぱりね、一日の値動きで上がり下がりしていて、それを一喜一憂するのは、やっぱりね、トレード的にね、良くないっていうか、損をする可能性が高いと思います、今は。やると。はい。例えば、原油でもそうだし、1日1日で 3%、4% ぐらいボラティリティがありますよね。これはね、やっぱり値動きって、じゃあ、例えば、プーチンが1個なんか発言をしたところで、2% ぐらいブイッと変わるじゃないですか。これに、惑わされていたら、なんて言ったらいいんだろう。自分が損する可能性もある。どっちが当たるかなんて、天然ガスもそうだけど、わからないと思うんですよね。だから、もう、最初に今日お伝えしたいことっていうのは、いろんな、不安なこととかもあるかもしれないですけど、とにかくトレンドのあるものをちゃんと見つけること。上昇トレンドなら上昇トレンドだよ。自分の時間足で上昇トレンドだっていうものは、それを見つけること。はい。今のこの動きでも1日で上がったり下がったりするんだったら、じゃあ、日足にするとか、4時間足にするとか、長い時間足で見るとか。ね。これ、1時間足とかでチャートを見たら、そりゃもうボラティリティすごいですよね。うん。すいません。相場スタートするとき遊びでナスダックとか S&P 1分足で見てますけど、あれはただ値動きを見てるだけのことであって、あれでトレードする人はいないわけで、ちょっとパフォーマンス的なものはあると思いますけどね。でも、本来だったら、こういう時って投資家さんとか投資をする方っていうのは、もっと時間足を4時間足とか日足とかで見て、で、自分のここだったら買う、ここだったら売るっていうのを決めて、そこで、ダメだったなと思ったらダメだでいいじゃないですか。買えなかったら買えなかったで。っていうことを、しっかりこの時に、なんていうの、自分のトレードルールを作っておくっていうのが大事だなってすごく感じました。はい。僕もたくさんトレードを今最近してるんですけども、ちゃんと差し値を入れて、もう損切りと利確ラインも全部入れて、ここに引っかからなければ、ご縁がなかったんだなって思うようにしてます。はい。いくつかも引っかからないものもありますけどね。そんなこともね、含めて今日は皆さんと一緒にね、見ていきたいなと思います。じゃあ、最初、今日特集はないんですけども、皆さんもウクライナのこととかもういいですよね。多分、何が影響があって何が影響がないのかっていうのは分かりやすいと思いますね。ちょっと今日その全体的な話もしていきたいと思う。今日チャートね、結構全体的なものをね、いろいろ出しました。動きがありそうなもの。はい。ではね、S&P は今9時ぐらいから先物がギュイッと上がっていて、で、ユーロが戻ってきたという感じです。はい。4000ぐらいから 1.4 に戻ってきたって感じですね。いますね。動きが。で、今日日経の方は、結局 26,800 まで行きまして、700まで行ったんですね。僕はいつ、日経は、また後で言いますけど、26,300 になったら買います。まだ
まだ落ちてもいいと思ってます。ちょっと、これ買ってる人はかわいそうですけど、僕はもう前から、もう日経はレンジだと思ってるので、26,300になったら買いますけど、そこまでは、まあ落ちたら、落ちたのかなっていうことで。まあ岸田さんがね、なんだなんかウクライナなんか電話したかなんか支援するとか言ってましたけど、まあ、それで上がることはない。ただ、今日の動きだと明日はね、まあ27,000まで戻すかもしれないですよね。27,100、200までかもしれないですね。まあとにかくアメリカの動きの次に日本来ますからね。はい。10年利回りは 2.04 ということで、高い位置です。もうなんかウクライナの関係でこの10年利回りのこの原因、きっかけが吹っ飛んでますよね、今。話が。はい。それから中国は、今日なんか発表があったのかな、また金融政策で、利下げの方をしてると言ってましたけど、僕的には今日一日中国の相場見てたんですけど、下がってました、すごい。はい。これ総合指数は上がってるんですけどね。はい。売りも買いもやることなかったんで、キャンプ用品をなんすか篠宮さん、キャンプ用品ってアウトドアするんです？マジでアウトドアするんですか？ BGM がダブついてます。あ、やっぱりね、これごめんなさい。BGM、ちょっと変えますね。多分これですね。これでね、BGM ダブつかないと思います。すいません。なんかね、カメラもちょっと位置が変ですね、今。ちょっと待ってくださいね。カメラがね、ちょっとおかしいんですよ、今また。はい。これ、ちょっとはい。これだったら多分 BGM はダブつかないと思います。やっぱあったんですね、ダブついたりするのが。すいません。で、今ちょっとまた話戻しますね。中国の方はこんな感じでした。で、香港の方は、落としてますけど、これハイテクがちょっと落としてましたね。はい。台湾は落としています。インドの方は戻ってきました。ソロキャンプでもやるかなと。すごいですね。いや、あれですね、テレビ東京の、なんか僕ソロキャンとかいうドラマ昔ちょっとだけ見てました。もう最近テレビ本当にこの1年ぐらい見てないんですけど、なんかソロキャンって言って女子高生かなんかがキャンプを一人でやるっていう番組だったんですけど、どのアイドルの子だったかな？なんか見てて、今ってなんか冬でキャンプをするっていうのもそうだし、あとなんかヒロシとかありますよね。あとこう動画でも YouTube でもあるのかな？TikTok でもなんか一人飯でキャンプ飯っていうのが動画でアップされてたりしてますよね。たまに美味しそうだなって見たりとかして、楽しそうだなと思って。コロナ禍でそういったこともね、多分、あと、女子高生だけじゃなくて一人でキャンプをするテレビ東京系のドラマもあったな。あれ誰が出てたんだろう。男の子と女の子は一人ずつ交互でやってましたね。何気に見てましたね。はい。テレビ東京の深夜でやってるドラマスペシャルで、今何やってるか知らないですけど、結構見てましたね。はい。はい。で、また、そう戻りますね。ヨーロッパが戻ってきましたね。はい。やっぱりドイツが15,000切ったから、痛いなと思ったんですけど、1日ですっ飛んで戻ってきました。なんか今日本当に、あれですね、みんなヨーロッパとかも戻ってきたぞって感じですね。ただイギリスは依然として戻りも少ないっていうか、あんまり影響されてないですね。独自のなんか政策をしてるっていうか、はい。ロシアはあんまり関係なし。下がってましたけどね。っていう状態であります。はい。
インドもそうですね、戻ってきましたね。はい。そうですね、これ まあ僕は今、あとこっちか。コモディティ見ますね。相場の方はあと5分で相場がスタートします。あ、来ましたね。やっぱゴールド。これ分かりやすいですね。ゴールドってめちゃくちゃ。皆さんももう見て多分感じたと思います。あ、戻ったかなって感じですね。これ完全に。はい。本当あれですね。有事の金って言うんですね。本当思いました。もういかにこの、ウクライナの関係でゴールドが有事の金だったかっていうのがよく分かりましたよね。まあ、これでまたなんか、あると、金がまたキュッと上がるんですかね。はい。いつもの通りのレンジに戻りつつあるのかなって気はしてます。はい。シルバーがもろにそれ顕著ですね。はい。実はシルバー僕ね、もうちょっと上でね、売り押しかけたんですけどね、ダメでした。24でね、売り押しかけたんですけどね、引っかかりませんでした。こういうのです、こういうの。はい。僕いくつかね、仕掛けて引っかかってないのがあります。ビックスとかもそうだし。はい。プラチナパラジウムは下がってきました。銅だけちょっと上がって、これ銅だけ今逆なのは多分、やっぱ中国か何かの需要と供給の関係は絶対あるかと思いますけどね、ここは。はい。それから、原油の方が、はい。やっぱ下がってきましたね。どうなんでしょうね。もう原油考えても難しいですけど、一応、アナリストとかみんな100ぐらいまで見てたのかな？だけど、もう、ある、そのイギリスの BP っていうなんだよ、石油会社は、もう原油の適正価格が60ぐらいだろうっていう話もあったので、まあ、どっかで下がるだろうと思っていたんですけど、今のこのところで適正価格に戻ってくる気はするんですけどね。今日のエクソンモービルとかハリバートンとかのあたりも、ちょっとね、注目したいなと思います。結構売られてくるかなと思います。でもわかんないのは相変わらず天然ガスですよね。なんで上がるんでしょうね。天然ガスの適正価格も本当にわかんないですよね。はい。まだストップかけてんのかな、ドイツどっかか、ヨーロッパかなんか。ちょっとこれ本当に天然ガスわかんないです。はい。あとソフトコモディティの方が、もうこれがね、どう見るかです。本当に。あとチャート見たいと思います。今日1日の動きだけだと全然わからないですけど、下がってるんですけど、まだ上昇トレンド、大豆がね、もしかしたらね、上昇トレンドじゃないかもっていう動きをしてました。コーンはまだ上昇トレンドかもしれないですけど、ちょっとここがね、動きが、需給の関係がそろそろ頭打ちなのっていう動きはしています。はい、コーヒー、ココアも、コーヒーも頭打ちかなって、まだ、お見せしたいと思います。で、良かったことは、やっぱビットコインとイーサリアムがちょっと戻ってきたっていうか、敏感ですね、本当にここは。はい。クリプトはまた前の水準に戻りつつあるというか、まあ、ビットコインはね、戻りつつあるっていうか、どこが適正価格かっていうのは、僕的には今、48,000ドル近辺は一番安定してるかな。でイーサリアムは3000。だから今ちょっと高いですけど、3000ドルあたりからちょっと上をずっとキープしてくれればっていう感じですね。はい。まあ、この敏感な買いが来ている。金と逆相関してるのかな。まあ、この点はね、難しいかと思いますけど、もう今、ビットコインもデジタルゴールドって言わなくなりましたよね。昔よくその金と相関関係があるんじゃないか、逆相関してるかっていうのは言われてはいたんですけど、今デジタルゴールドってあんま言わないですもんね。はい。それではですね、早速ですけども、今日の猫ちゃんに行きたいと思います。はい。猫カブさんありがとうございます。これも聞こえますかね、ちゃんと。安定の
ゴングです。今日もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。それではスタートいたします。こっちじゃない。来ました。S&P が 1%、ダウが 0.78%、次にナスダックを見ていきたいと思います。ベル鳴ってます。ありがとうございます。ナスダックが出てきません。半導体はいいはずですけど、半導体良けったら続伸ですね。なんか半導体の需給の関係も少し収まってきていいって話は聞いてますけど、どうなんでしょうね。今は。上がってるっていうか S&P4400 昨日切ったから4400はキープしてほしいっす。本当に。はい。ナスダックは出てきません。ちょっと飲みます。来た。2.2。ソックス指数が 2.2。ナスダック 1.5 ぐらい。当たった。1.5 スタートです。14000の大台にやっと乗りました。はい。なんとか14000キープしてほしいナスダックです。今日は戻してくるんじゃないかなと思います。せっかくなのでちょっと楽観的に行きたいので、楽観的に行きたいので1分足を見て楽しみましょうか。あれ？ちょっと待ってくださいね。下がってる？先物の方は下がってる。これ先物の方なので、ナスダックの方じゃないのでね。はい。先物は下がってますけど、先物の方がね、今14400までいってるので、買い入りしてると思います。ナスダックの方は、ちょっと待ってください。今14000、14000のとこですもんね。先物の方は、でも、はい。1分足で見ていただければと思いますけど、今ちょっとこう戻してきてます。それからこっちに、S&P も皆さん見てるので、1分足を出しますね。はい。S&P の1分足です。はい。これこういう風に、相場がスタートしたということで、こうね、視覚で見やすいので、出しているということでご理解くださいね。これトレードできないですからね。当然この1分足じゃ、何が起こってるかさっぱりわかんない。でも、テクニカルを、解説するには、この値動きとかを見ながら、あれですね、やってらっしゃる方いるのかな？過去検証とかやってる方で、もしかしたら、この見ながら、トレンドをこう引いてって、こういう感じ。こうやってね、今こう、即興ですよ、これ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれいかん。これじゃない。例えば、過去検証じゃないですけど、今、即興でちょっとやります。こうやって1分足でも、いや、これ上がってくのかなとか言って、ここがちょっと、こうやって練習するには面白いかもしれないです。上昇トレンドと下降トレンドだなってやって、僕は違う、過去検証のやつとかやったりするんですけど、この1分足で見たときに、今これ上がっていくかな、どうかな、じゃあこれで買い場だったら、ここのダブルボトムになってるから、ネックラインかなとかって見てもらったりとか、今、上昇トレンドの上に来るから、で、平均線がここ来てるから、ここで落ちてくるかなとか、遊ぶんじゃないですけどね。はい。で、今、ここに抵抗線が、サポートラインがあるので、ここを上抜けたら、ロスカットでこう、なんつうの、買いが買いを呼ぶっていうか、パーンと上行くだろうなとかね。
はい。あ、今パーンと上行っちゃいましたね。もう一個、一段。今面白いかもしれない。ちょっと実況してますけど。次のサポートラインはここだから、これなんでこれ2になってるの？線が大きいですけど。はい。この次の抵抗ラインが4457だから、今はちょっと落としてきてますけど、ちょうどこの、平均線のところで今止まって、今落としてきてますよね、とか、っていう風に、過去検証じゃないですけど、こうやって弾いて練習するには1分足とかは面白いかもしれないです。はい。こういう風にやる方もいるかもしれない。僕ここで多分やったことないと思うんですけど、なんだっけ、名前忘れちゃった。ソフト使ってやってました。FX の。なんだっけ。ど忘れしちゃいました。またいつか、僕がトレードで修行していた、ソフトとかを実際に実演して、15分足で、何年か分、ドル円とか、いろいろやってたんですけども、3ヶ月ぐらい、毎日記録を取ってたんですが、それもお見せしてね、修行していたものっていうか、簡単にパッパッと、書けるようになったっていうか、のをまたお見せできればいいかなと思いますけどね。すいません、これ全然今遊びでちゃっちゃっとチャート書いちゃったので、今 S&P は全然参考にならないですけど、こういう風にね。これ全部消すとあれなんですよね。自分の書いたやつも全部消えちゃうので、ずつ消さないといけないですけど。はい。ということで、今1分足を、出しております。それでは、各個別の銘柄もまず見ていきたいと思います。その前に各個別の今、状況だけね、パーッと言っていきたいと思います。アメリカの株ですね。いきます。アップルが 1.2 プラス。アマゾンが 1.34 プラス。Google が 1.4 プラス。メタが 0.9。メタ上がんないっすね。アリババが 2.7 プラス。アリババ上がってるわけではないですね、これ。上がってるって感じじゃないですね。ツイッターが 2.3 プラス。まだ、決算終わってるけど、ダメですね。NVIDIA 1.68 プラス。あんま上がってないですね。マイクロソフト 1.71。NVIDIA 良かったですね。3.6、3.7 上がってます。だいぶ復活してきましたね。280まで NVIDIA いければいいですよね。決算も近いのでね。ブロックが 1.83 プラス。コインベースも敏感ですね。6% 上げてますね。やっぱビットコインと共にですね、ここは。ペイパル 1.98 プラス。まだまだです。マイクロストラテジーもビットコイン系 6.72 ですね。ビットコイン系いいですね、今。だいぶでも振り回される感はあり。デルタ航空が 5.03 まで上げてます。これなんで？航空株が今ポーンと行きましたね。スターバックスが 1.89 プラス。マクドナルドが 1.19。まあまあですね。ディズニーも上がってきてますね。はい。ナイキが 2.48。やっぱりエネルギー下がってますね。エクソンモービル、ハリバートンともに 2% 下げてます。フォード、GM、テスラともに 2%。テスラが 3% 上げてます。コカ・コーラ 1.62。ペプシが、東雲さんやってんです？へー。そうなんですね。だから1分足、前に東雲さんが1分足って言ってたから、そうなのかなと思ってました。なんかやってるのかなと思って。またなんかもしよかったらまた名前は今これ画面出せなくていけないですけど、ソフト紹介しますよ。はい。またなんかライブでも実際に僕はこうでテクニカルお見せしたいなと思います。はい。土曜日にやろうかな。落ち着いた時にやりたいんですけどね。まだちょっとウクライナの関係とかいろいろあって、決算がもう終わるから、今週土曜日ぐらいかもしれないですね。
どこまでいったんだ？忘れちゃった。P&G が 1.48 プラス。ウォルマートが 1.10 プラス。ギャップが 0.91 マイナス。アカマイテクノロジーが 1.36。IBM が 0.78。オラクル 0.6。インテル変わらず。アメリカンエクスプレスが 2.08。ゴールドマンサックスが 1.44。モルガンスタンレーが 1.05、アフラックが 1.07。ここ、そんな上がってないです。金融系はもともと高かったので、上がりも少ない気はします。ビザが 0.67、ジョンソン&ジョンソンが 0.63、ファイザーはやっぱちょっと落ちてますね。ここからずっと。0.4。ゼネラルエレクトリックス、もう落ちてるのでね、3.20。ボーイングが、やっぱ、奥系がいいですね、今日。4.19。3M がほとんど変わらず、ラタピラーが 2.11。バークシャハザウェイもあんまり 1.02 ですね。バンコクアメリカ。金融系でここちょっと上がってますね。バンコクアメリカが。1.92。シティグループが 1.41。コストコ戻しましたね。1.32。eBay も戻しました。ちょっと。2.25。キュレータパッカーが 1.08。アドビ、あんまり上がってないですね。アドビは。1.10。T モバイルが、もう全部 2% 前後ぐらい戻している感じですね。はい。もうバーっと言ってちょっと疲れちゃった。主だったところ、シェブロンはやっぱり 2% 落としてますね。グルーポンも 2.41 プラス。JP モルガン、メルク、シスコ、ホームデポ、セイレオンエレクトリック、テクノロジーズ、ユナイティッドヘルス、デュポン、なるほど。ということで、もう明らかですね。エネルギーが下げて、金融系はちょっと上がってるぐらい程度。ハイテクはまあまあ戻ってきて、まだ完全には戻ってないですけど。それから、日用品とかダウのところはじり上がり。ダウ銘柄はじり上がり。という状態ですね。まあ、いつものアメリカの今の相場に戻ってきてるのかなって感じですね。だから上がってるっていうよりも、戻ってるっていう感じの方が強いですよね。皆さんも多分きっと。はい。まあ、今日は一安心っていうぐらいですね。はい。安く買ってっていう風に、まだ思わなくていいと思います。安く買えなかった。まだ3月までは本当に、安くなる位置は出てくると思いますしね。今ちょうどS&P の1分足も見てますけど、この4400の近辺はまた必ずやってくると思います。はい。3月まではまだここから上がっていくよっていう感じはね、みんなまんま持ってないんじゃないかなと思いますね。ナスダックについてはまだ、そうですね。これちょっと先物なので14,400ってちょっと実際のナスダックより高い位置にあるので、先物は時間とともにやっぱナスダックの値と乖離っていうんですか、調整して戻ってくるので、多分、どっちかが、こっちが、ナスダックは今14,000ですので、先物も多分この値にどっちかが近くなってくると思います。ただ、ダウが 1.29 プラスなので、まあ、ダウはいいですよね。35,000までつけれれば、35,000つけましたね、今。はい。これはいい傾向だなと思います。なんか押すとすぐどっか行っちゃうな。はい。はい。やっぱり、ね、勉強になる。そうですね。練習になると思いますね。はい。で、今、篠留さんもこうやって話してますけど、テクニカルを、勉強する。ちょっと今日、カメラがね、なんか下に行っちゃうんですよ。ちょっといいですか？あんまりいいんですけどね。ちゃんと直さなきゃいけないですね。はい。なんかね、ガムテープでね、止めたりいろいろしててね、ちょっともう、簡易的にやりすぎてちょっといけないですね。本番に準備をちゃんとしとかないといけないですけど、はい。
そうそうそう。テクニカルをやることっていうのは、すごく大事なのは、こういう今回みたいにファンダメンタルを、重視していくと、気持ちがブレるっていうんです。はい。ブレるんですよ。なので、まあ、ちょっとこれ見ていくとわかるか。やっぱ思いますね。ちょっと、じゃあこれ、これで見ていきます。これ1分足をちょっとそのまま出しておきますね。まあ、いいや。解説していきながら見ていけばわかりますね。ドルインデックスのまず日足からパッパっていきますね。ドルインデックスはまあ皆さん見ていただいているように、上昇トレンドにいます。ただ今コモディティと逆相関している傾向って言えば上昇トレンドですけど、コモディティも上昇していますので、一概にはまだ言えません。傾向だけですので、まあドルインデックスは上昇してて、コモディティも今上昇してるよってことですね。はい。あと見ていただければわかるかと思います。それから、ダウの方が4時間足で見ていただくと、下がった時に、まだ上昇トレンドのギリギリのところにいると思ってます。だいぶ上がり方鈍いですけど、でもゆっくりと、ダウ銘柄は来ている。来てるっていうか、ずっとキュンと上がらないかもしれないですけど、はい。という状態。まだでも、このチャート、日経とか見てるよりは安心ですよね。ダウはまだ安心だと思います。儲かりにくいと思ってらっしゃる方もいるので、ダウで。安定してる分、刺激が少ないから。だから、人気が少ないかもしれないですけど、でも、安心かなって少し思いますね。日経の方は先ほど言ったように、26,300 じゃないと僕は買わないので、レンジ相場、ずっとレンジですね。この形。はい。下がったところ、27,000ぐらいだとやっぱりいつもニュースになりますね。この間も多分昨日か一昨日かな。27,000切ったところでニュースになってましたね。ニュース、そうですね。ここも一回切ってますしね。ここも切ってますからね。1年で今安い位置ではあるんですけど、っていうことですね。はい。インドのニフティですけども、はい。もうちょっと下げてきたらよかったですけど、上昇トレンドにギリギリ乗ったかな？こっから行ってしまうかなっていう感じ。わかんないですけどね。はい。僕はもうちょっと低くだったら買いたかったですけど、という状態ですね。はい。上海と香港は、ぐずぐずしてます。まだぐずぐずしてます。はい。なんでか、香港はまだぐずぐずしてるっていうよりも、ちょっと上がりすぎちゃったので、調整している段階と見ていいと思います。このチャートで見れば。はい。なんでまだわかりませんね。はい。ここで上がってきてくれれば完全に香港は、逆三損して上昇トレンドになるかもしれませんよね。本当に。3万まで行く時ってまだないと思うんですけど、でも面白いと思います。本当の意味でボトムになってくれるといいなと思います。ただ香港の中国香港株の今日見てたんですけど、カジノのとこ、ギャラクシーエンターテイメントって僕もよく日曜日に解説してるんですけど、あれがねちょっと上がってました。中国の中でも。あれが上がってるとディズニーランドもそうですけど、ちょっと景気が戻るかもしれないなって思うんですよね。景気敏感株じゃないですけど、観光株でホテルとか観光の株が上がってるのはなんていうかな、喜ばしいことっていうか、景気が回復してるのかなって思いますよね。カジノなんか本当に特に感じますね。はい。じゃあイギリス、ドイツ。イギリスは先ほど言ったようにまだ上昇トレンドずーっといます。はい。問題ないです。買えないですけどね。はい。ドイツがね、ヨーロッパが本当に今回ボラティリティがとても高かったですね。イタリアも高かったです。ドイツと、今日後半
他の、相場も見ますけどもね、高かったですね。15,000から16,000のレンジだって言ったのに、結局いくつまで下げたんだ、昨日。14,000、最後850まで下げてきて、もう今日15,300まで行きましたね。本当にドイツは、逆に言うと、ドイツって、なんでここまでずっとレンジなんですけどね。なんて言ったらいいのかな。上がっていかないですね。なんででしょうね。経済が今止まっている。ちょっと日本と似てますよね、ドイツが。はい。だって、ユーロの方がまだ、でも、似てるか。ユーロも見方によっちゃ、レンジですもんね。で、昨日かなんかが、本当に4000ジャストぐらいまでつけたんですよ。だから、と思ったんですけど、買い場だと思ったんですけど、もうやっぱりやめましたね、ここ。はい、1日だけだと、ウクライナの関係も全然その昨日の状況では分からなかった。もう振り回された感があるといけないと思って、今回は、買い場、1日来ましたけど4000でやめました。まあ結果からするとすぐに元に戻ってしまったんですけど、ユーロも。今4100なので。だけど、ちょっとまだよくわからないので、まあこれはこれで良かったのかなと思います。はい。10年利回りは 2% を超えてきましたけども、だいぶウクライナの関係で影を潜めてしまいましたけど、まあ 2.5 ぐらいまで行ってしまうのかなって思いますけど、引き続きやっぱりハイテク企業は、まだこれが一回コーンと上がっていく瞬間に、また調整は来るかなと思います。ただなんかインフレに関してはもう本当に少しずつなんか先が見えてきてる感もアメリカでは出てるんですかね。3月ぐらいまでかなとかっていうのはね。わかんないですけど。でも、サラさんがこの間、やっぱ実質ではもっとインフレを起こってるよっていうことを言ってたので、やっぱ気になりますよね。実際にアメリカに住んでる方がすごいそれを実感してるっていうのは大きいですよね。はい。僕らがインフレを実感するっていうことがほとんどないから、どうなんですかね。給料も上がってって、何ですか？物価も上がってって、おいで、あれですよね。物の値段も上がるし、ねえ。昔だったらあれじゃないですか。自動販売機で見てた時に、皆さんの世代より僕ちょっと上だと思うので言いますけど、僕チェリオってジュース、瓶のジュース知ってます？チェリオって。小学校の時に、瓶のジュースってなんか自動販売機で、瓶をガシャガシャガシャってやって抜くんですよ。コカ・コーラみたいな。知ってますかね？あるかな？ちょっとごめんなさいね。もう脱線しますね。チェリオ。出るかな？チェリオ。チェリオ出た。ガシャガシャガシャってやるやつないかな、これ。ないよな、そんなの。自動販売機。スパッとね、瓶をね、抜くんですよ。コカ・コーラとかも一緒に。今ないですよね。皆さん知ってますかね？これ昭和レトロ。ないか。ないですね。さすがにないか。ちょっとスパッと抜く自動販売機があればよかったんですけど、チェリオが、当時、ここにもありますけど、小学生の時60円だったんですよ。着色料チェリオ知らない？そんな、僕だけ、おじいさんにしないでくださいよ。話題共有しましょうよって書いて。で、60円で、あれだったんですよ。スパッと抜くんですよ。ほんで、小学生の時に60円入れてもガシャガシャって抜けなかったので、2、3回60円入れたまんま、握力がなくて、なんていうんですかね。自動販売機からチェリーを取り出せなくて泣いた思い出があるんですよね。はい。
で、これがですね、2年か3年、小学校の高学年ぐらいだともう100円になったんですね。はい、チェリオが。で、いつしかその、自動販売機のガシャガシャがもうなくなっちゃったんですね。いや、コカ・コーラだって60円だったんですよ。はい。全部60円だったんです。で、インフレだなと思ったのが、消費税が導入されたあたりから、100円から110円になって、120円になって、120円ぐらいから今、30年間ぐらい変わってないみたいな感じですね。はい。あ、チェリオのライフガード。あ、ライフガードってもう、あれですよ。新しいですよ。チェリオって言えばここにこれです。これ。この瓶です。この瓶。ライフガードはもうだいぶ新しいです。僕もガブ飲みしたいとき、行きますけどね、このライフガードも。はい。これ60円だったですよ。はい。その時に、子供ながらで、飲み物っつうのは、年々上がっていくもんだなって思ってたんですよ。あと、タバコも感じましたね。まだ吸えなかったですけど、ジッポ、なんだっけ、ショート、ホープ、出るかなあ、そう、これ。これって、昔2つで220円だったことないですか ?1 個110円で2個で220円だった気がしますけど。で、他のタバコも220円だった気がしますね。はい。これ。もうきついです、これめちゃくちゃ。めっちゃきつくないです、これ。もうタバコやめちゃったんですけど、しょっぽって言いますかね。ショートホープのこと。はい。出ましたよね。はい。ということで、これも今いくらぐらいなんだろう。タバコはもうインフレっていうよりも税金ですよね、完全に。日本の場合は、タバコが上がっていくっていうのはインフレで上がってるよりも、税金をなんか高くしようっていうだけで上がってる気もしますから、インフレは感じないかもしれないですけどね。はい。通学路で瓶の自販機ありました。父が吸ってました。あ、そうですね。はい。もう関係ないですけど、パンピース。あれパンピース。これも知ってます？もうおじいさんといえばもうカンピーかしょっぽって言ってましたね。昔は。はい。これ、俺もう亡くなっちゃったけど、じいさんがピース吸ってたんすよ。まあね、いつだったかな？20歳超えてちょっと大学生になってタバコ覚えて、実家に戻ってきた時に、タバコがなくって、僕当時そのキャスターかなんか吸ってたんですよね。で、じいさんところのピース、ちょっと、しけもくってわかります？もう、釣った後ちょっと残ってるやつを拝借してることしけもくって言うんですけど、そのしけもくをするときに、あれっす、なんつうの？これ、カンピ吸ったんですよ。ただ、ラリっちゃったっていうか、目が、泳いじゃって、フラフラしちゃったんですよね。きつかったっすね。もうその印象があって、それからはね、カンピ全然吸わなかったですけど、しょっぽんもなかなかきつかったです。はい。思いっきり脱線しました。はい。すいません。はい。どこまででしょっぽのインフレの話をしようとしたら、ステリオから脱線しましたね。はい。すいません。ですね。では、インフレからですね、体験することない日本の今の若者たちっていうことで、給料も何も変わんないから。でも、今の場合はそのインフレっていうのが良かったのか悪かったのかが、消費者としては、なんだ物高いなと思ったんですけど、でも、銀行とかも金利で上がってたし、貯金すれば、なんか利子がすごいもらえていたし、投資は当然考えなかったし、貯金すればなんかね、お金が増えるし、
給料みんな上げろ上げろってうるさいし、上がるし、みたいな、そういう時代も見てきたから、まあ、ある意味経験できたのは良かったのかもしれないですけどね、今思えば。はい。アメリカが今どういう、その感覚的にどういう状態かはわからないですけどね。はい。日本で生きてて、今度、そういう経験ができるんですかね。まあ、無理でしょうね。きっと。はい。違う国に行かないとダメでしょうね、きっとね。はい。じゃあ、決算のところもチラチラっとちょっと見て振り返っていきながら、他の銘柄をね、簡単にちょっと紹介していきたいと思います。今、まあ、Apple、Amazon は、まあ、そんな感じで変わってないですね。で、Google、メタもさっき紹介しました。NVIDIA が、紹介された2月16日決算なので、今日、NVIDIA もしかしたらもう出てないですね、まだ。今日引け後ですね、きっと。だから明日ですね、NVIDIA は。さあ、どういう風に出るかですね。ちょっと楽しみですね。マイクロソフトが、もしかしたらですよ。ダブルボトムになってるかもしれないです。はい。ちょっとここは、興味のある方は見て、僕はちょっともっと低い位置で設定しちゃったんですけど、マイクロソフトは持ってていい株だと僕は思うので、290いくつでも、今いくつですか？299か。そうですね。このあたりっていうのは、297、96。はい。このあたりでも、もし、欲しいな、長く持っていたいなっていう方は、マイクロソフトはいいかなと思います。もうはっきり言って。ハイテクだからっていう全体でくくるより、個々の企業の素晴らしいものってやっぱり見ていただいたらいいかなと。マイクロソフトは僕はいいと思います。形もいいですね。はい。決算後のやつはこういうのを言いたかったんですよ。自分の信じるチャートの形とかを見て、買うのはいいかなと思います。マイクロソフトはいいと思います。それから、出ましたね。エクソンモービルとハリバートン出しましたけど、まだまだわかりません。まだやっと、ちょっと、上からちょっと垂れてきた状態。サルさんどうも、こんばんは。さっきインフレの話でね、盛り上がっちゃいました。アメリカのインフレどうみたいな感じで。はい。10分前ぐらいにはい。日本のインフレの小学校の体験を話したりとかしてました。はい。また10分前のやつよかったら動画見てくださいね。はい。ハリバートンの方が、こんな感じで、これも同じですね。ちょっとずつ落ちてきています。はい。まだわかんないですね。エネルギーは、本当に落ちてくるなと思うのは、もう90切ってこない、90ね、原油がね、90ドル切ってこないと、なんとも言えません。ウォルマートが、2月17日ですね。決算があります。ウォルマート確認しますね。確か、ちょっといいですね。前回よりちょっと予想はいいです。今下がってきてるので、ウォルマートは本当にちょっとレンジっぽい動きをしてますけども、はい。安定していると思いますけど、でも面白い株かなって言うと、ちょっとそうでもないかな。はい。今はそんな感じですね。IBM は面白いと思います。IBM は、インテルも面白いと思うんですけど、今、IBM も面白いと思います。はい、上昇トレンドにいます。本当不思議ですよね。これ伝統的な、IBM ってもう伝統的な株だと思うんですけど、何をもって、事業がうまくいってるのかが見にくいので、こんだけ高配当で、こんな上がり方してて本当にいいですよね。はい。もうちょっと早くここでいけばよかったなと思うんですけど、今ちょっとまだ高いので、
下がってきているんですけど、もうちょっとしてこないと買えないな。でもまあこうやって眺めてますね。待ちますね。赤米テクノロジーが、今日ですね、これ。これ、引け後ですね、きっと。そうですね、出てないですね。あれ ?2 月15日になってるぞ。はい、でも出てないな、まだ。はい。ですね。インテルがね、今、落としてますけど、これをボトムと見るかどうかもうちょっとしばらくいると思います。はい。もし、やっぱり NVIDIA とかも明日とか決算がいいと、久しぶりになんていうのかハイテクとかがまた持ち直してくるかなっていう気はしますけどね。これからは、利上げもあるので、本当にその企業の力っていうのが試されてくる気はします。うん。もう、逆に言うと IPO 銘柄はまだ随分手が出せないっていうか、大型株のこういう古い株とかをしっかり、ね、値動きを見ていった方がいいとは思いますけどね。はい。インテルはもうちょっと様子見て買い場かもしれないなと思います。グルーポンが昨日だったのかな？決算が。まだ出てないですね。これほんとまだ出てないのかな？ちょっと更新しますか。これなんか、もしかして出てるんじゃねえか？これ昨日のチャートだったので動きが。これ更新すると出ちゃうかな？グルーポンで出ないか。あれ赤米になっちゃった。そうか。そうか。こうなっちゃうんですね。赤米とインテルになっちゃうんですね。ちょっとごめんなさいね。グルーポンと、どっか行っちゃった。赤米になっちゃった。これやっぱたくさんタブ出すとしょうがないです。こっちが、グルーポンから、何出したか忘れちゃった。こっちが何出してる？シスコでしょ？メルク出してたのかな？すいませんね。ちょっと今、こういうふうに、グルーポンとメルクだ。昨日いじったからな。更新されてるかな？更新されてないわ、まだ。決算更新されてませんね。はい。引け後ですかね、今日の。はい。メルクも、そう、メルクも、ちょっと、やっぱりあれですかね、オミクロンの関係がやっぱあるんですかね。ちょっと、落ちてきましたよね。ファイザーもそうですけど。はい。そんな感じがします。落ちてきたっていつもなんかカメラが落ちてきて気になるんですけど、いいか、もう。すいません、今日もまた直しますね、木曜日までに。もう本当に踏んだり蹴ったりですね。はい。シスコも今日の引け後が多いのかな？そうですね、今日の引け後ですね、シスコも。これもハイテクですよね。はい。ユナイテッドヘルスはいいなと思ってます。という感じですね。はい。ここから今、決算のやつは、木曜日にちょっと動きはあるかもしれないんですけど、今日の引け後、また、明日、いろいろ動きがちょっと出てくる。ただ、決算ピーク過ぎましたのでね。はい。もうこれぐらいかなと思います。はい。で、金融系も、決算終わってからまだ高い位置なので、下がってきてませんね。それじゃあ、コモディティの方もパッと見ていきたいと思います。原油ですね。ドルインデックスは見たので、原油は見ていただいた通り、
これをまだ下落だと思うのか、上昇トレンドにいるかと思うのは、僕は4時間足なので、まだ下落は始まってるかどうかはわからないです。言ったように、これを4時間足で見て、90? ここですね。90。はい。90を割ってくる、このサポートラインを割ってきたら、下落が始まったと考えていいと思います。90を切らずにまた上がってきたら、この上昇トレンドはまだ継続と僕は見てます。ここが、一喜一憂しないというか、分析で見てっていいかなと。だから、もし、1時間足や15分足とか短い足でやるんだったら、これは当然下落ですよね。1時間足だったら、見方によっては、こういう、M シェイプに1時間足でなってますので、下落が進むかもしれない。ただ進み方としては、90ぐらいまでを見るかもしれませんしね。はい。でも、時間足が僕の場合は、4時間足でトレード最初してますので、スイングトレードしてるので、これを90の位置まで見て、そこより下がったら下落トレンドだな、というふうに捉えた方がいい。じゃないと、もう本当に毎日大変です。はい。ということを今日、これを言いたかったです。一番は。ウクライナのこととかいろいろ、戦争っていうか、その政治経済がすごい好きで、その政治経済のなんていうのかな、歴史とかも好きで、僕も社会の先生、もともとがそういうものなので、好きなんですよ。政治経済っていうか、そういったお話が。見て、で、テレビ東京の政治経済、人豊島さんだったかな、テレ東の解説をされてる方で、きっかけ確か人コロナになったのかな、前、デルタ株になった時すごい苦しい話を YouTube でされていて、で、多分、YouTube でも載してますよね。最近出てるかな、豊島さんの多分解説が出てると思うんですけど、ああいったお話とかも聞いたりとかして、なるほどね、今の、ロシアとかの動きとか、ロシアがなんでこんだけ怯えているっていうか、そのロシアの立場に立って考えると、ずっと侵略をされていた、なんていうか、国だった。第二次世界大戦との独ソの、ことであったりとか、いろんなその背景があって、今、ウクライナを侵略するときに自分たちが広いお家を守らなきゃいけないっていう、目線とか、すごいそういうのは好きなんですよ。ただ、それと、トレードと、やっぱり一喜一憂してしまうと、これはね、精神的に良くない。歴史は歴史として学びたいし、そういう思いがあるなっていうのを感じる。で、ただトレードに関してはやっぱり、一日一日の情報を取っても、こういう原油もそうですけど、やっぱりトレードはトレードで、この、見方を、じゃあ上がった下がったって見るより、自分のトレードスタイルっていうのを崩さないっていうことを大事にすればいいかなっていうのを思いますね。はい。なんかうまく伝わったかわかんないですけど、これ人それぞれ考え方は当然あると思いますんでね。はい。でも今あれですね。原油すごいですね。90のラインまで来ましたね。90.88 まで来ました、今。今日1日でもう 4.5% 近くまで来ましたね。これでもまだ本当に、ここサポート90のところにあたりされてるので、まだここまでは90までは落ちますけど、90から切るかどうかはまだわからないです。まだわかんないです。はい。これでね、うまく 94. 点いくつでショートを入れてる人はおめでとうございますですけど、正直これって運です。はい。だってトレンド何も出てない、テクニカル上でも何の理由もないですもん。ただ上を行ったっていうだけですからね。はい。勘でやってるだけですので、これはこれで成功して美味しい思いしてやるとテクニカルを無視してトレードしちゃうので、ギャンブル的な要素になっちゃいますので、本当それは注意した方がいいなって思います。僕も天然ガスとかですごい散々注意をして
いますので、はい。初心者の人はやらない方がいいし、資金吹っ飛んでもいいやって思う方だったら、まあ、やってもいいかもしれないですけどね。はい。それで、原油の方が、北海原油の方がもうちょっと落ちが鈍いです。まあ、イギリスの原油だからかわからないですけどね。はい。ニューヨークの原油の方が落ちが激しいですね。まあ、ただ落ちてますね。それから天然ガスの方ですけども、相変わらずわけがわからない動きをしています。チャート上でも見ても本当にもう、なんかビックスみたいな動きしてるので、あれですね、本当に天然ガス、サブタイトルで天然恐怖ガスとか入れてほしいですわ。すごいですよ。上昇トレンドか何かもわかんないです。これビックスと似てますよね。本当思いますよ。だって高止まりしないですもん。高い位置、こう見ていただくとわかるんですけど、全部針みたいになってません？こう、ピーンって上がって、ストーンと落としてますよね。高値が。はい。これはね、わかんないですよ。全部針のように刺さってますもん。もう、このチャートの形はやっぱり見ててビックスみたいです。はい。で、こういう僕、高値が針のような場合は、基本、ショートを推奨してます。高値が高止まりしないからです。はい。だからこう、ショート推奨と書いて、でショート推奨するね、前は、この 5.5 で一回、やりましたけど、またちょっと高い位置になって、ピーンと落としたところで、形状を見てショートするならいいかもしれません。まあでも本当は、あんまり、体験、してほしい。一回、体験してもいいかもしれないですけどね。やってみて。ああ、こんだけちょこちょこ見なきゃいけないんだっていうのはわかるかと思います。天然ガスは。はい。金ですね。来ました。はい。来ました。恐怖が、天然恐怖ガス。あ、本当ですか？ありがとうございます。喜んでいいのかな、これ。はい。金が、いやー、こうやって僕レンジって書いたくせに、レンジじゃねえじゃねえかと思ったんですけど、やっぱりここ来ましたね。よかったです。こうやって書いといて。この高値の位置からきちっと、下がってきました。あーと思って。あ、よかったと思って。思いました。これでこうやって、キュイーンと、この上がったら、これですよね。いつ ?2021 年のこの位置まで行ったら大変だなと思って、もうレンジだって言い切ってるくせに。はい。いやー、やっぱまあ、はい。収まりつつありますね。今、1853。あったですね、金はここから金独自の動きをするかどうか、本当に戦争のためだけっていうか、侵略のために有事の金で買われたかどうかっていうのは、この後の、ここがレジサポラインとして、もし1840、はい。もしここで止まって上がってったら、金の歴史は上昇トレンドに行きます。っていうのは、ここの上昇トレンドの範囲内に入ってくるとわかんないです。これ。上昇トレンドも書いてますよね。はい。唯一、僕はまたレンジに戻るんじゃないかなと思ってるんですけど、その1840のライン。このラインを止まるかどうかです。はい。まあ世の中のためには金は上がった方がいいのかわからないですけどね。まあちょうど変な動きはしてますけどね。で、わかりやすいのは銀の方がわかりやすいです。銀は、これ見てください。見えますかね？僕ここさっき言いましたっけ？ちょっと上でショートをリスクリワード入れてます。しっかり刺さりませんでした。23.99 で落ちちゃいました、これ。はい。で、差し値が僕 24.1 までいったらショート仕掛けたろうと思ってたんですけど、刺さらずさよならでした。はい。
こういうのもあります。で、これもわかりやすいですけど、銀がもし、23.0、今23.1ですね。23.0 で止まったら、わかんないです。銀独自の動きがあるかもしれません。とにかくここサポートが結構強いので、23. ここ。はい。なので、まだわからないですけど、ここで止まったら、ちょうど移動平均線も来てるので、銀独自の動きをするなら、上がる可能性も、この23近辺で出てくるかもしれませんということですね。はい。銀と金独自の動きって何だろうね。ちょっとわかんないですけど、何をもたらしてくれるのかわかんないですけど。はい。ということですね。とりあえずまだ今、下がってきていますということです。それからソフトコモディティですけど、これも下がってるけど、まだ小麦はレンジの中の上がり下がりしてるというふうに捉えてます。小麦は。はい。それからトウモロコシはまだ上昇トレンドではないかなと思います。640でだいぶ下げたんで、1日でだいぶ下げたんですけど、上昇トレンドのかなり上だったんですよ。ここ最近上がりすぎちゃったんですね。冷凍トウモロコシが。はい。なので、まだ、冷凍トウモロコシが安くなってこれば、このトウモロコシ下がってくるかもしれないですけど、まだ下落トレンドと言わない気はします。トウモロコシは。はい。621で買い場と言ってますけど、僕もまだここは下がってきたところでロングしてもいいかなって見てます。もっと下がってきたらちょっと考えますけど、という状態。でですね、ちょっと気になるのがこの後の大豆が気になります。何が気になるかというと、大豆のこの上のあたりの、実は僕ショートを仕掛けようかなって考えてました。大豆とコーンはきっと同じように需給の関係で一緒だと思うんですけど、大豆だけ高すぎたのか、見えますかね？僕ちょっとこれ感覚で申し訳ないですけど、ちょっとね、4時間して三尊に見えてきちゃってる部分があるんですよね。はい。ここが。トウモロコシとちょっと違うのは、まだトウモロコシは一回パーンと上げて下げてる感じ。で大豆は、どうなのかなっていうふうに思ってます。なので、また上がってくればですけど、ショート仕掛けてもいいのかな。でも、大豆とトウモロコシが同じような動きをしているので、ここは、微妙ですね。形状、テクニカルだけでこの大豆を考えていけば、ショートしてもいい地合いなのかもしれないと思いました。はい。ちょっとこれは、実はショート仕掛けてるんですけど、はい。大豆はショート仕掛けてます。こっそり。オレンジジュースはわけがわからないです。はい。上昇トレンドといえば上昇トレンドです。はい。だけど、ちょっと高すぎたので今落ち着いてくるところですね。で、今、移動平均線とタッチしてるので、200日にタッチしてます。黄色の線と。そこで止まってます。という状態です。あとですね、そうそう、豚肉が昨日ね、めちゃくちゃ上がってたんですよ。だからこれちょっと久しぶりにチャート出しました。昨日ね、10何%上がったんですよね。で、これ、たまたまかわかんないんですけど、サポートラインが、ここ、昨日上がった 10%、今ね、ちょうど103という位置なんですけど、豚肉が。ないんですよね、ここは。サポートラインが。見えますかね？で、昨日上がったのが、これ。だから、取引高が少ないのか、ショートカバーしてるのかわからないんですけど、この間の 10% って何も、ないというか、サポートされてないので、そのままコーンと上がっちゃったんですよね。これでも、豚肉は確か IG 証券でかなり、ロット数高い気がします。牛もそうですけど。だから、買える人って、
相当、お金持ってる人じゃないと、このお肉の先物ってできないんじゃないですってちょっと思いました。あんまり僕、やらないですけどね。この豚肉と、こっちかな子牛も子牛じゃねえ、これ。何ですかね。生牛これもね、高いんすよ。これ。すごい上昇トレンドしてるんですよね。高止まりしてるっていうか、はい。って思います。で、この生牛は面白いのは、チャートが、本当になんていうのかな。上昇トレンドで、綺麗に徐々に上がっている。で、なんか、時期が決まってるのかなすごいこのなんて言ったらいいんでしょうね。ダウ理論っていうんですかね。1波、2波、3波っていうか。これも、1、2、3、4。なんか、決まってますよね。規則性を持っている、動きをしますね。はい。売られるときにはしっかり売られて、買われるときにしっかり買われてっていうのがはっきりしているチャートです。はい。あんまりお肉、高くてやらないですけど、ちょっとチャートが面白かったので、この豚肉の昨日の10何%はちょっとびっくりして、今日出そうと思って出しました。これ、ウクライナと関係ないですよね。2日前スーパーで牛肉がそれまで1パウンド9ドルだったのに、1パウンド 0.9 ドル10分の1になってた今まで9ドルも見たことなかったけど、0.9 ドルになったのも初め。なんすかね、今日の僕のチェリオの話より全然おかしいじゃないですか。9ドルがだった 0.9 ドルって。なんでしょう、ボラテリティは。エイジだと、だいたい1パウンド5、なるほどね。はい。なんでしょうね。もう、よくわからないですね。どういう値動きしてるんですかね。もう、日本だと、そういう日用品で、10分の1になったりするって、まずないし、詐欺だと思っちゃうんじゃないですみんな。はい。そういうことに慣れてないというか、値動きに対して慣れてない。だって、例えば、消費税で数%上がるだけでワンワン言っているわけで、もう値段がガソリンでも、多分10円上がっただけでもヒーヒーフーフー言うから、あんまりないと思いますよね。もうある意味あれなのかな、日本って幸せなんですかね。価格が安いものは安いし、給料は上がらないけど、なんていうかな、なんか、給料上がらなかったら、だってね、インフレの株のとこ投資すればいいわけで、日本だけで考えてたらいけないんですけど、日本だけで生活するって言ったら、もう質素にね、安く済めば済みますので、お金をかけずに、100円のものは100円で買えるみたいな安心感があるかもしれないですよね。言い方変えればですよ。火な浴びたらまずい。デフレですから、デフレのいいところじゃないですけど、値段がね、変わりませんからね。はい。そんなスーパー、そう、本当に確かにね、本当に牛肉なのかと思いますもんね。はい。そういう観点からすると、インフレとかもね、恐怖はありますよね。はい。何が何だかと思いますもんね。はい。なんか、一時期、僕東南アジアの方とかと話した時に、本当にそういう、値段とかが、あれ、なんだっけ、そういえば牛肉っぽいやつってあそこ、ビヨンドミートなかったです。会社で。なんか、マクドナルドのお肉か何かが、ビヨンドミート使ってるっていうか、牛肉っぽいやつっていうか、なんて言うんですよ、あれ。加工肉違うな。なんか、豆かなんか
から作る肉ですか？ちょっとごめんなさい。知識がなくていけないんですけど、ちょっと今思いました。はい。はい。もうあれですよ。12時半ですよ。もう、ちゃっちゃっとやって、終わりますよ、もう。はい。いつも、長いっすよ。長い。自分で。はい。テクスチャーミートって言うんですね。なるほどね。はい。なるほど。ちょっと駆け足でパッパーって言って終わりますよ、もう。ビックスのウルトラショートが、はい。恐怖指数ですね。これがこの間も紹介しましたけど、もう、売り金になっちゃいました。今日もう解除されてるかな？ちょっと見ていいですかね。売り金になってました。ウォッチリスト出ちゃった。恐怖がなくなった気はするんだけど、インフォメーション見ます。僕今日全然トレードの画面見てないです、これ。まだ売り金ですね、これ。米国ブルー ETF。ロシアは解除されましたね。ロシアと金は解除されました。まだこの米国ブルーはビックス解除されてません。売り金のままです。まだ高いかな？高いみたいですね。はい。はい。まだこれ高いみたいですね。ちょっとこれ、日曜日、実況しましたよね、これ、注文。で、見てもらうとわかるんですけど、ちょっとお見せしますね。取り消しじゃねえわ。取り消し済みかな？これで検索するのかな？はい。これ見えます？VIX VI ブル ETF。執行、強制取り消し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 。はい。これ、注文入れたら全部、強制取り消しされました。売り金って言って、禁止されちゃうので、もう注文も全部、アウト。全部できないということで、差し値全部入れたものが、執行され、取り消しになります。ね。こうやって。はい。やっただけ無駄だよということで。はい。しかも、あと、ワンワンホールディングス、中国のこれは、期限切れになっちゃいましたね。もう、差し値入れたんですけど、これ期限切れ。とかね。こういうことがあります。売り金で、この、恐怖指数に関してはちょこちょこ売り金になるので、もうちょっとね、実はね、これ、売り金になってるのが11時56分だったので、11時半の時にもうちょい低い値だったら、差し値が刺さって、取り消しになるってことはないので、30分早くもうちょっと低い値だったら、これ刺さって利益になってたかもしれません。こんなんわかんないですね。こういう取り消しも。はい。なんかあれ見せバーゲンみたいな感じですね、これ。バーゲンセール終了みたいな感じですね。ちょっとすいません。これ紹介したかったので、恐怖指数を。はい。こういう商品ですっていうことですね。金のベアは売り金中だったんですけど、売り金じゃなくなりました。はい。もう金が落ちてきたので、ベア商品が。はい。今日すごい落ちてるんじゃないですか、ベアも。違うわ。ベアだから上がるんだ。上がってますね。はい。ということですね。もうあとちょっとで終わりますね。新興国が戻して、ロシアが、ちょっと戻しました。ロシア戻してますけど、もうこのチャート本当にどう考えたらいいんでしょう。まだまだ、ロシアは侵略をやめるってあったとしても、経済が戻ってるわけじゃないと思うので、依然このロシアのブルは、売り金解除されてましたね。これ、あれですよ。ちょっと変な話。ロシアの売り金は解除されても、売りやってもいいんじゃないですかこれ。ちょっと言い方悪いですけど。ロシアは、まだ、ダメっていうか、経済回復してるわけじゃないと思います。はい。思いますね。新興国は、今日結局新興国はどうだったんだ？
中国が良かったから下げたのかな。あ、いかん。これわかんない。これだと。今日ちょっと、これで見ればわかるか。あ、上げてますね。ちょっと上げてます。4.7% 上げてます。まあ、ブル3倍なので上げてますね。という状態。でもまだまだ、はい。僕は新興国もブルもまだまだ、ショートでいいんではないかなと思ってます。はい。もう、あと、ちょっとで終わります。トルコ、オーストラリア。これ、ユーロの関係がどうしても気になったので、今日 ETF も出しときました。で、今日世界の ETF は、ほとんどやっぱりプラスですけど、特にヨーロッパの方だけ見たかったので、オーストラリアはそう、資源の関係で見たかった。あ、上がってますね。ちょっとだけ。今日主にでも上げてるところっていうのは、イタリアが上げてます。戻しましたね。2.49。スイスも上げてます。これで見えるのか。スイスも上げてます。イタリア、イタリア買ってなかったっけ？イタリアここで買った気がしますけど、もしかしたら、ちょっと利益出てるかもしれないですね。スイスは、はい、上げました。これから、ベルギーも、ベルギー下がってる。珍しいですね。関係なかったですね。ウクライナと。スウェーデンは上げてます。ダブルボトムかな？どう？ちょっと、わかんないですけど、もうちょっと見たいですね。スウェーデン、高配当なのでチャンス伺いたいですね。はい。リートですけど、最後、不動産ですね。リートは、下げていて、今日戻してますが、まだわからない。ダブルボトムかどうかですね。このリート、配当が高いので、今が買い時かどうかちょっと見た方がいいと思います。7.6 ですもんね、これ。こっちは。アイシェアーズの方もダブルボトムにはなってません。まだ下がってちょっと戻してるところです。はい。もうちょっと見てもいいと思います。不動産は。米国の不動産、もうちょっと見た方がいい。こっちのバンガドリートも、もうちょっと見た方がいいと思います。はい。グローバル。これ、モーゲージかな？あれ？これ、モーゲージどこ出したんだ？これかな？違う。あれ？こっちか。あれ？これ、モーゲージ自分の買ったやつがないぞ。しまった。最初にやったやつがモーゲージか。ごめんなさい。ちょっと間違えましたね。なるほど。1個前。そっか。これがモーゲージか、高配当だもんね。これをダブルボトムするかどうかですね。はい。ですね。不動産は本当にもうちょっとして、いい感じだったらダブルボトムすれば、本当に、買い場、注意して見ていくといいと思います。僕は。はい。日銀かなんかはなんかリート買ってましたね。あれ、どこのリートだ？不動産どっか買ってましたね。日銀もリート買うんだと思いましたけど。はい。それぐらいですね。ビットコインは、はい、上がりました。よかったです。これビットコインドミナンスは上がりすぎですね。はい。ということで、ちゃっと行きましたけども、はい、ロシア引いたみたいですけどね。そうですね。その通りだと思います。なんていうのかな。プーチンさんは、広いお家に住んでらっしゃるので、やっぱりどっか、玄関口に何かいらっしゃれば、警戒していたと思うんですけど、はい。ウクライナの方がもう NATO に入った時に、もうプーチンさんもしょうがないなと思ってくださればいいんですけどね。はい。だから、ロシアは、こう言い方ですけど、これ僕個人の、あれですよ。絶対違うと思うんですけど、すごいこう、信仰され
なんていうかね、ドイツにもそうですし、過去に、やっぱり侵略された苦い思い出を持っていると思うんですよ。だから、あんだけ広い土地に、攻められてきたらどうしようとか、あと、やっぱり、なんていうかな、キエフって、キエフ公国って昔、あったと思うんですけど、やっぱり、こう、仲間だと思ってたところだったんじゃないかなと思うんですよね。ウクライナを。で、それを、ソビエトの関係と違うとは思うんですけど、なんていうのかな、自分の分身を取られたっていうイメージも持ってるかもしれないですよね。絶対ウクライナの立場からしたら違うんですけど、はい。だから、ウクライナは僕思うんですけど、NATO に入りたいな、NATO に入った東側の国がみんな豊かになってるっておかしいです。賃金が上がったりとか、ポーランドなんかも見て思うんですけど、豊かになってるんですよね。社会主義国からこう変わってきた東の国が。やっぱり、ロシアも豊かになってるかって言うとなってないですよね。ただ、ロシアもうまくやらないと、ハイパーインフレみたいにへんてこりんになっちゃうので、徐々にやれるかどうかわからないんですけど、ただ、やっぱりウクライナも、もう資本主義っていう形でどんどんなんか西の国の経済の形を見習いたいっていうか取り入れたいって思ってると思うんですよね。まあ、こういう言い方変ですけど、ロシアも分割してもらってね、もっとお庭、でもロシアの東側って寒くてみんな欲しいと思わないですけど、土地が。こうちょっとロシアの方いたら失礼ですけど、東側の国って、なんか僕、イメージですよ。これ、カナダの上もそうですけど、なんで人が住めるとこじゃないっていうか、なんかそういうイメージがあるので、はい。やっぱり広いお庭って大変なのはわかりますけどね。だから、南側の、バルト三国もそうですし、やっぱり西側や南側っていうのはロシアにとっても大事かもしれないんですけどね。となんか思いますよ。ちょっと政治家じゃないのであれですけどね、その立場で絶対気持ちはあるとは思うんですけどね。ただ、アメリカはちょっと、情報を言い過ぎっていうか、なんか経済混乱させてないかなっていう気はちょっと今回しました。なんでしょうね。そんなに情報をね、出してね、攻めるぞ、攻められるぞとかなんか、そこまで言わんでほしいなっていう気はしましたね、今回は。これは、僕の主観かもしれないし、感覚的に、今情報化社会だから、情報が乱用しちゃうと、こう、そのまんま、値動きも、経済の値動きも、敏感に変わるじゃないですか。だったら、もうその情報をある程度もう遮断しちゃってっていうか、長いスパンで見なきゃいけないとかってトレーダーも思うんですよね。はい。一喜一憂してもしょうがないじゃないですかって思っちゃう。あんだけ言うと。最新情報も大切かもしれないですけど、なんか、一回一回、プーチンがああ言った、こう言ったとか、会談はどうだ、こうだとかって、判断する側の立場に立ってない、はい、っていう気はしましたけどね。はい。アメリカグダグダなのでそのうちみんなスルーされそう。アメリカに住んでる方がそう言ってるなら、日本で思ってるの間違いないのかな。はい。NATO 軍がキエフにいたらモスクワ呼ばす。まあ確かにね。いやー、なんか僕ちょっと歴史の本とかチラチラっとソ連時代のやつとかも読んだりとかもちょっとあった時に、はい、モスクワのなんか首都のこう虐殺じゃないですけど、もうすごかったです。スターリンの時代のやつもそうかな。すごいですよね。めちゃくちゃだったですよね。はい。まあ、スターリンのとこから紐解いたらこれとんでもない話になっちゃうので、すいません。ちょっともう終われないですね。こんなんあったら。はい。
はい。じゃあですね、今日この辺で一応終わりたいと思うんですけども、木曜日なんですが、一応何も、ボラティリティが高ければ、またちょっと、全体を通して、話をしたいと思うんですけど、まあ、せっかくなので、実は TikTok の方でもいくつか質問があって、信用取引と、CFD とか、いろいろ株式でトレードである、レバレッジをかけてね、トレードするのがあるじゃないですか。で、初心者の方とかで少し、現物の株を持ってやると。で、他の CFD とか信用取引もやろうかなって思ってる方がいらっしゃる。で、僕も一回この特集で信用取引と CFD の違いとか、例えばクリック365とか CFD にもいろんな種類があるので、その、お話をなんかわかりやすく特集で一回組もうかなと思っております。もし、木曜日それができるようだったら、ちょっとそういったものもやってみようかなと思ってます。で、まだなんかまた、ウクライナの関係でうようよしているようだったら、またこのお話をして、いろんな値動きをね、見ていきたいと思うんですけど、何もなく収まってるようだったら、特集も組んでいきたい。で、土曜日はテクニカルの方をもう一回やりたいなって思っております。はい。よろしいですかね。はい。すいません。長く、まとみが長く書いてある。移民が結構いるそうですね。はい、います。はい。そういうお話も結構楽しいんですけどね。はい。一応、トレードのお話って今日はね、これで終わりますのでね、すいません。ご了承いただきたいと思います。はい。じゃあ、木曜日一応11時ぐらいからまた特集組んでね、やりたいと思いますので、よかったら聞いてください。すいません。今日もう、2時間近くになっちゃいました。長い間本当聞いてくださった方もありがとうございます。いつもダラダラやってて本当申し訳ありません。はい。じゃあ、また木曜日ね。今日はあとちょっとだけニュースを流して終わりたいと思います。また、木曜日よかったら遊びに来てください。どうもありがとうございました。じゃあ失礼いたします。